皆さんこんにちは。안녕하세요。風花です。2月の第1回目の歌会ですね。今月は2000年代前半の大ヒットバラード歌手を4人ピックアップするんですが、お一人目はチョソンモさんです。チョソンモさんはバラード王子とも呼ばれていて、特に2000年代前半に爆発的な人気を誇り、様々な記録も樹立されている伝説的な歌手の一人です。私もチョソンモさんは大好きで、去年から紹介したいと思っていた歌手なんですが、チョソンモさんの曲はね、歌うのも難しいですし、代表曲がロックバラードのことも多くて、なかなかね、曲のアレンジも難しいんですよね。番組の2年目には必ずカバーしようと思っていたところに、今回ハルスイストさんからリクエストをいただきまして、プルミョレーサラン不滅の愛という曲をカバーします。この曲は1998年発表のチョソンモさんのデビューアルバムに収録されている代表曲なんですね。まずチョソンモさんの来歴や歌唱技術など順番に紹介していきたいと思います。チョソンモさんは現在45歳でいらっしゃいます。デビューは1998年 To Heaven というアルバムでデビューします。デビュー当初は顔出しをしていなくて、最初にタイトルトラックの To Heaven という曲のミュージックビデオが公開されて、その爆発的な人気を受けて徐々にテレビなどに出演して顔出しするようになっていったそうですね。以前にミュージックビデオを創作するという回をして、こちらもハルスイストさんからのリクエストの回でしたね。で、2000年代前半の韓国のミュージックビデオはドラマみたいな構成になっている方が多いんですよという話をねしたと思うんですけれども、これを初めてやったのがチョソンモさんなんですよ。その To Heaven という曲なんですね。これはドラマタイズミュージックビデオと呼ばれているんですけれども、これを初めてやって定着させた歌手としてもチョソンモさんは有名です。そしてミュージックビデオに出演されている俳優さんが超豪華なんですよね。まずデビュー曲の To Heaven のミュージックビデオにはイ・ビョンホンさんが出演されています。そして今日カバーする曲不滅の愛もですね、同じアルバムに入っている曲で、こちらもミュージックビデオにはイ・ビョンホンさんが出演されているんですね。この他にもチェジウさん、シンミナさん、カンドンウォンさん、ペヨンジュンさん、クオンサウンさん、ソジソプさんなどですね、そうそうたる俳優陣がミュージックビデオに参加されていますので、こちらもね、ぜひご覧になってみてください。チョソンモさんは1998年のデビュー当時から爆発的な人気を誇り、翌年1999年には KBS と MBC で歌謡大賞を受賞した上、ソウル歌謡大賞ゴールデンディスク賞でも大賞を受賞したということで、なんとこの年に4冠を達成したという記録を持っておられます。特に2000年に発表した第 2.5 週リメイクアルバムクラシックは160万枚を売り上げ、それに続いた世紀第3週アルバムは発売したその日に40万枚も売れたと。そして2000年の1年だけでお一人で207万枚 CD セールスを誇り、この年に最も売れたアルバムの1位2位をチョソンモさんが独占したという伝説があります。もうデビュー当時から3年間ずっと伝説を作り続けたっていうことですよね。そしてこの2000年発表のリメイクアルバムのクラシックはね、私も大好きなアルバムで今でもよく聴いていますね。チョソンモさんの人気の秘訣は何といっても声質だと思います。透明感があって抜けがいいハイトーンボイスが本当に魅力的な歌手なんですね。リズム感もとても良くて、バラードだけではなくロックやダンスミュージックも十分に歌いこなせる実力がある方です。ただ喉の筋肉の使い方としては、特に初期の頃ですね、正直に申し上げると発声のバランスはあまり良くなかったと思います。日本ではね、ハイラリンクスって言うんですけれども、高い声を出すときに口頭が高い位置で緊張し続けている状態での発声が多いんですね。
喉が高い位置になってしまって若干詰まっているようなところをさらに力でこじ開けて声を押し出しているという感じの発声でした。で若い頃はフィジカルも強いですし喉の回復も早いのでこういった発声のバランスの悪さがあっても乗り切れてしまうところがあるんですが、やはり長期的に考えると喉を痛めるリスクが高い発声方法なんですね。今はボイストレーニングの世界ではずっとハイラリンクスで歌い続けるのは良くない発声方法というふうにされています。歌唱技術の一つとしてハイラリンクス、高い高等の位置で歌えるということは別にいいんですけど、ずっとそれでしか歌えない状態っていうのは喉の健康に良くないっていうふうにされてるんですね。チョソンモさんがデビューした1998年以前はまだ体型だったボイストレーニングが特にアジアではねなかった時代ですから、とにかく声が綺麗に聞こえて人気があるんだったらそのまま行こうっていう感じだったのかもしれないですよね。チョソンモさんも2005年あたりからなるべく喉に負荷をかけないような発声法に変化していくんですね。で、ちょっと痛めてしまったっていうのもあったのかもしれないんですけど、2010年代頃に聞いた頃はだいぶ高音が細くなってしまったなっていう印象があったんですが、最近ですね、本当に今年行われたコンサートの動画が YouTube で公開されていて、そちらを拝見したところ非常に伸びやかなミックスボイスでご自身の2000年代のヒット曲を歌われていて、声の艶もねとても良かったんですよ。なので現在はいろいろ研究を経て体に無理のない歌い方を確立されているんだと思います。私は自分も歌を歌いますし職業も医師なんで、どうしても喉の健康面とかエイジング、上手に年を取っていくっていう面ですよね。それから長期的に歌える技術なのかどうかっていうことを考えてしまうんですよね。で歌手のキャリアにおいても喉の安全を優先した方がいいんじゃないかなっていう考えになってしまうところがあるんですね。でチョソンモさんに関しても、もしもっとボイストレーニングが確立された時代にデビューしていたら喉を痛めることなく歌えたんじゃないかなとか思ってしまうんですけれども、これは考え方によると思うんですよね。特に今日カバーする曲不滅の愛はですね、叫びに近いような爆発的な高音を連発する曲なんですよ。で散々高音を歌った後にさらに最後1オクターブ上げて超高音を叫ぶようなフレーズがあってですね、なんでこんな構成にしたんだろうかって思うぐらい率直に言うと喉に悪いメロディーラインなんですね。でもこれも視点を変えると若い時だからこそできる刹那的な歌い方を最大限生かしたメロディーラインでもあるんですよね。あの時代のチョソンモさんだからこそ歌えた歌で、それゆえ伝説的なヒットを記録したという面もあると思いますし、やっぱ聞く側からしたらかっこいいのは間違いないんですよ。本当にすごい聞いててね、すごいなと思うしかっこいいなと思うんですよね。そんな感じで歌声の魅力の面と安全な歌い方の面で歌手のキャリアにとってどうするのが正解なんだろうかとかね、いろいろ考えさせられる歌手の一人でもあります。では今日歌う歌不滅の愛の話題に入っていきますね。この曲はマイナー調のロックバラードで、最初ピアノの音色から静かに始まるんですけれども、サビからドラムがドドンドドンと入ってきてですね、急激にロック調になる構成になっています。使っている音域自体も広いんですけれども、特にサビのメロディーが高音と低音を行ったり来たりする構成なので音程が取りにくいんですね。安定して歌うのが非常に難しい曲です。1998年の発表なので、まだこの頃ってミキシングの技術が今ほど進んでないというか、音圧がね一定じゃないんですよね。だから A メロがちっちゃいからって言ってイヤホンとかのボリュームをガッと上げてしまうとサビで爆音になって耳が痛いみたいなねJ-POP でもよくそういうことあったんですけど、そんな懐かしさも感じられる一曲でございます。歌詞の内容は、自分は辛いけど君の幸せを思って身を引くよっていう内容ですね。90年代の韓国バラードでは定番の歌詞表現だと思います。
この時代は本当は辛いけど辛さを見せずに女性のために去っていくのがいい男みたいな価値観があったんですかね。その割にはね、歌の中では絶叫しているパターンが多いんですけれども、熱い情緒が感じられて、私はこの時代のバラード曲も非常に好きです。では今日はね、サビの部分の歌詞を紹介しますね。영원히널사랑해永遠に君を愛すよ。괜찮아大丈夫내 모든 걸 준대도僕のすべてを捧げても나 이 세상을 살아도僕はこの世界に生きても너 없이는 힘이 들어君なしでは辛い남아있는 내 삶을 너 위해 바칠게残っている僕の人生を君のために捧げるよ넌 어려워마君は辛くならないで그리고 행복하게 살아줘そして幸せに生きてくれという内容でございます。では曲を聴いてみてください。チョソンモさんの不滅の愛をカバーしました。はい、いかがでしたでしょうか。今回のカラオケ音源はピアノとシンセサイザーとストリングスとドラムの音で作りました。原曲はサビでエレキギターやベースの音が入っているんですけれども、この曲はマイナー調なのでピアノ中心だとどうしても全体の雰囲気が暗くなりがちなんですよね。それで温かみのあるシンセサイザーの音を入れたりして調整してみたんですが、なかなかアレンジが難しい一曲でございました。最後の행복하게 살아줘の部分は原曲では1オクターブ上を行くんですが、私はちょっと喉に優しく同じ音程のままにしてみました。こちらはね、ぜひチョソンモさんの原曲の方を聴いてみてください。概要欄にミュージックビデオを貼っておきますね。というわけで、ハルツイストさんリクエストありがとうございました。私も大好きな曲だったんですが、この曲はね、リクエストがなければ挑戦しなかったと思うので、本当に成長の機会をいただけてありがたいです。今日 YouTube に歌ってみた動画が上がります。YouTube の方は韓国語歌詞を動画内に表示しています。その他の外国語字幕は YouTube 字幕でお楽しみください。概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。